では順番に右手側からご説明させていただきますね。このようにドアが開いてます。ここはもう見ての通りですね。パワーウィンドウ、それからこれがドアミラーになります。これで折りたたみ手動でやるときですね、基本ドアロックと連動しております。そして右と左にそれぞれボタンがあります。鏡の角度を変えるときに左だったら左にして角度を変えてください。消えてるとどっちも動きません。でこれがハンドル支援オフ。ハンドルプロパイロットがついてるんで、ハンドルも自動的に補正がするんですけども、ハンドルが勝手に動いて気持ち悪いわっていう時は切ってください。そして給油口がここです。今回逆です。右側になりました。右にいます。そのサインがここです。今ガソリン約半分ほど入っておりまして、三角のマークがこっち向いてます。知らない人結構いるもんね。右側に給油口があるよっていう、実はその三角のマーク、矢印っていうのはそういうサインになります。ハンドルの右手がプロパイロットになります。青いボタンが電源ボタンです。今押していただいて電源は今入ります。はい、このボタンに入ります。で走っていれば今度セットとありますけども、この親指の出っ張ってるところを下にクイッてやると、今は作動しませんけども、これでプロパイロットが作動するという条件になってまいります。走り出しますと、今度そのさっきの下に下げたのがスピード調整ですね。スピード設定のボタンになります。下に下げると速度、例えば80キロで設定したのを75に下げる、あるいは80から85に上げるというのが、そのボタンをクイックイッと上げるたびに設定速度が調整できるようになっていきます。ハンドルの左手についていますのが、メーターパネルの中の設定ボタンになります。 OK と書いてあるところありますね。はい、その右と左の矢印を押してみてください。はい、そうすると画面がこのように切り替わっていきます。押すたびにずっとページが変わっていきます。下側の矢印の右側のボタン、それですね、押してみてください。はい、それで OK にしてみてください。そうすると前のメーターの画面の表示が切り替わります。これが今までのアナログメーターの印象がね、こちらのメーター表示だと、今もうデジタル表示ですが、要はセンターのそうですね、ディスプレイの情報の画面を大きくするか、メーターをやっぱり中心に、はい、大きく見えたいかというところでの切り替えとなっております。E パワーのシフト操作についてご説明いたします。これのシフトレバーは、前後にのみ動きます。奥にするとリバース、バックですね。その際は横にありますボタンを親指でこう握っていただいて、こうするとバックに入ります。手前にするとドライブに入ります。サイドブレーキも電気式、それとオートブレーキホールドもあります。信号待ちでもうずっとブレーキを踏まなくっても、これをオンにしとけば足離しても大丈夫だよっていうですね。で、EV モードというのもあります。それちょっと押していただいていいですか。はい、そうしますとマナーモードという表示になります。これはできるだけエンジンをかけなくする、静かに走行したい場合、深夜早朝などでエンジン音ができるだけしないように、はい、するためのマナーモードがこれです。はい、そしてその前がドライブモードの切り替えですね。はい、これを押していただきますと、はい、ニスモモードとエコモードとノーマルモードに切り替わっていきます。ノーマルモードは回生ブレーキ、エンジンブレーキが効かない今までのオートマのタイプとなりますので、はい、基本はエコモードか、少しそうですね、馬力が欲しいわっていう時はニスモモードに切り替えていただくという形になるかと思います。
ケースついてますけど、はい、充電入りました。ライブ会場、小さなライブ会場で目の前で歌手が歌ってるような時っていうのは前にグーッと持ってくると音がどんどん前から来るんですよ。そうじゃなくて大きなコンサートホールなんかで大ホールで聴いてる時なんかにするのはぶわーっと横に広げると横からも包み込まれるように、そうです、っていう風になります。自転車のパンクを修理するみたいな、これでこのチューブのこれ。これ何これ？あ、それ牽引フック牽引フックか。だけしかもう入ってないです。三角表示板やジャッキやレンチやそんなものももう何にも入ってない。でも入るスペースはあるんだ。だけ、そうですね。オプションで買った人向けに溝だけ切ってあるという、こういう状況で。はい、こちらガソリンでエンジンを動かして、それが発電して駆動はモーター駆動になります。納車一発目は2時間かけて岡山県です。いきますよ。なぜ重っ。いただきます。はい。早い。甘い。甘っ。